はいどうも、皆さん、こんにちは。おもちゃ業界歴30年、トレーディングカードゲーム怪人のカートンナイトと申します。本日はですね、こちら、ポケモンカードゲーム、スカーレット&バイオレット、強化拡張パック、楽園ドラゴーナの30パック入り、12ボックス、1カートン360個入り、未開封のカートンを開封して、封入率の検証をしていきたいと思います。それでは、開けていきましょう。はい、カートンから12ボックス取り出しました。ボックスのパッケージはアローラナッシーとラティアス、ラティオスの兄弟が映ってますね。以前私ね、動画で、このポケモンカードゲーム、この楽園ドラゴーナから確実に盛り上がりますっていう風な動画を撮ったんですけれども、そちらで予想した通りね、楽園ドラゴーナの名の部分、ラティアスとか、人気の女性トレーナーの収録を予想してたんですけれども、実際にラティアスとか、ルチアなど、人気のドラゴンや女の子トレーナーの収録が発表されてから、今確実に盛り上がってきてると思います。特に発売前はね、ポケモンセンターでも全然予約できたり、そのあたりのね、ショップとかでも予約できたり、Amazon でも購入できたりと余裕で買えたんですけれど、皆さんは購入できましたか？私はめちゃくちゃ買いました。ここから絶対ね、盛り上がるし、今回は特に開封を楽しみにしてたので、めちゃくちゃね、予約して買いましたよ。少し前に公式からルチアのスペシャルアートレアも公開されましたので、そのね、スペシャルアートレアぶち抜くのを狙っていきたいと思います。開封1ボックス目やっていきたいと思います。それでは1ボックス目開封いきましょう。1ボックス目はね、ゆっくり開封しようと思うんで、1パックずつ。2箱目からはダイジェスト気味に。お急ぎの方はね、開封結果をタイムスタンプで表示してますので、よかったらスキップよろしくお願いいたします。はい、それでは30パック間違いなくございました。それではお待ちかねの開封を始めたいと思います。まず第1パック目。開封。1パック目の中身はなんじゃろな。カジッチュから、カジッチュ、ドリューズ、エアームド、サーファーが入るって聞いてちょっとびっくりしたやつね。はい。サーファー男性。最初はアンコモンか。アンコモンのラティオス。直撃飛行ジェットヘッド。ラティオス、ラティアスの兄弟。お兄さんの方ですね。ラティオスのアートレアとラティアスのスペシャルアートレアが2つのイラストが並んでね、表現されてるみたいなんで、ラティオスのアートレアとラティアスのスペシャルアートレアもちょっと狙っていきたいですね。それでは2パック目開封いきましょう。ムチュールか。ムチュール。クワッス、タタッコ。アップ流からのアンコモンか。はい。ルチアのアピール引きました。効果はボスの指令に混乱がついてますね。ただ種ポケモン限定になってるので、種ポケモンしか呼び出すことはできないけれど、混乱状態にすることができるので、種ポケモン限定ではありますが、ボスの指令よりもやや強いと。5枚目のボスの指令としての採用や、今回の楽園ドラゴーナは、シールド戦、パックを向いてデッキを作るっていうのをちょっと想定された作りになってるので、ボスの指令の代わりとしてね、ルチアのアピールが収録されている形なんだと思います。大人気のカードですから、SR やスペシャルアートレア早く引きたいですね。3パック目開封。バオッキー、ヒラヒナ、ビブラーバ。出ました。ぬるっと出たな。フライゴン EX 引きました。テラスアルフライゴンです。ベリドットソニック。相手のポケモン EXV 全員にそれぞれ100ダメージ。全体100ばらまきで、V や EX が大量にいるデッキ相手だったらすごい効果を発揮するんですが、さすがにちょっと使いづらいかな。今回のパックはドラゴンポケモン採用するパックということで、ドラゴンポケモンのフライゴンが収録されたということですね。4パック目開封いきましょう。フリージオからですね。バオップ、たまたまからのはい、竜の飛躍。自分の番のドラゴンポケモン限定で HP60 回復。結構使えると思うんだよね。そしてウェイニバル、アップテンポ。自分の番に手札を1枚下に戻すなら、手札が5枚になるように山札を引く。二進化ですから、働く前歯さんの方が使えそうですが、ウェイニバルを使うデッキだったら十分採用できそうなカードですね。5パック目開封。オトスパスから、ポアル、太陽の姿、ハルクジラ。そして、はい、クエスパトラ。で、カウンターゲイン。まさか最新パックでカウンターゲインがね、もう一回収録されるとは思わなかったですね。現環境でポケモンの道具を使ってエネルギー加速をするっていうのはかなりね、環境に変化をもたらす可能性があって、結構話題になってますね。はい、6パック目開封、モグリュウからですね。エアームド、フワッスからのサーフゴー。で、ウォーグル。削り出す。相手のベンチポケモン、バトルポケモンと入れ替えて、新しいポケモンに40ダメージ。種40以下だったら一撃で倒せるって感じですね。では7パック目開封。レアが今んとこフライゴンだけって結構不穏だな。後半がね、いっぱい光ってくれそうですね。チルットのチルルから、タタッコ、ジェラルドン。そして、出ましたリアルがですね、タイムコントロールで自分の山札から好きなカード2枚選んで、デッキの一番上に好きな順番に置く。ドローはできないんだけれども、1エネルギーでね、山札操作ができるっていうのは結構初手では使えなくはない感じのテキストしてます。下技バスタテル160と、種ポケモンにしては破格の攻撃性能、待って、これめっちゃひん曲がってるんですけれど、あれこれ、今パックとか、なんか、ハサミでいや、上だけしか切ってないし、なんだろうこれ、初期傷というか、結構えぐいですね、これ。他のカードの角は曲がってないので、これ祭壇の問題かな。ちょっとリアルが、レアカードだったから良かったけれど、これ SAR とかでやられたら大変ですね。ちょっと、これは、多分、製造上の都合かなと思いますね。ちょっとこれ怖いな。SR とかでやらないでほしいな。
うわ、怖っ。今ちょっと気づいてしまったけど、少し不穏ですね。とにかくディアルガと、で、ラスト、お助けベルですね。このカードは、高校のプレイの最初のターンしか使えないけど、山札からサポートを1枚手札に加える。もうサポート何でも手札に加えれるっていうことで、かなりね、高校の最初のターンしか使えないグッズっていうことで、シルバーバレット1枚だけ採用とかになるんですけれども、もうサポート何でも手札に加えれるっていうところはちょっと面白いですよね。ただこのグッズを確定でサーチするっていうのが結構サポートの効果だったりするので、そういう点ではちょっと使いづらいかもしれないですね。はい、それでは気を取り直し8パック目いきましょう。よいしょ。ウェルカモン、ビブラーバー、クレッピー、で、アップリュー、ラストがダークボール。このボール結構面白い効果してて、山札の下から7枚。その中からポケモン1枚選んで相手に設定札に加える。で、山札をシャッフルと。デッキの下からカードをめくるっていうのは結構珍しい効果なんでね。山札の一番底にあるカードを引きずり出す。光が当たらないところからね、ポケモンを救い出すっていうことで、ダークなボールっていう感じなんでしょうね。9パック目開封。いきなりトレーナーから来ましたね。ドラセナさん。顧問なんだ。ドラゴンポケモンの四天王ですね。8枚ドローはかなり偉い。ですが、普通だったらね、まず使われないかな。シールド専用のカードですね。カヒリとかみたいなね、コイントスをするタイプのトレーナーって普通のデッキ構築じゃ使われないので、シールド専用のカードですね。8枚は偉いですよね。で、フリージョン。ムーチュール。投げつけ猿。おい、カキツバタ。またトレーナー引きました。ワンパックで2枚出るんですね。自分の山札の上から7枚見て、その中からポケモンとトレーナーズを1枚ずつ選んで相手に設定札に加える。残りを戻して切ると。デッキの上7枚から2位のカードを引っ張ってくるカードですね。普通に考えたら7枚ドローとか、シャッフルして7枚引き直すとか、そっちの方がね、強いかなって気がするので、このカキツバタもかなり使う場所は限定されそうですね。普通に使えば博士の研究とかの方が期待値高そうですね。ほい、10パック目。よっ。はい、ワシボン。ワシボンから、ポワルン。たまたまからのレアがザルード。リーフドレイン20ダメージ20回復。そしてジャングルウィップ。このポケモンについてるエネルギーを全て手札に戻して80ダメージ追加。160ということで、ジャングルウィップ若干珍しい効果してますね。エネルギーを手札に戻す。エネルギーを剥がしたり付け替えるみたいなのがあるんですけど、手札に戻す。全て手札に戻すっていうのは結構珍しいですね。特殊エネルギーの再利用などができるので、そこまでね、悪い効果じゃないような気がします。いや、ドラゴンまみれかと思ったら、これ楽園の部分のザルードなんですかね。ヤシの木とか登って食べてる、もう猿のイメージなんでしょうか。伝説のポケモンなんでね、ザルード。それでは続いて開封いきましょう。11パック目開封。ゆっと。ほい。これクレイからですね。ハルクジラ、ナックラ、そして、はい、糸気の実、弱点対策の実ですね。このカードを付けてるポケモンが相手の水ポケモンから技のダメージを受けるとき、ダメージマイナス60。で、この動画がトラッシュされると。水タイプのデッキが環境接近してるときには使う可能性があるカードですかね。で、12パック目開封。カジッチュ、エアームド、ウェルカモ。で、ラティアス EX 引きました。特性スカイライン。このポケモンがいる限り種ポケモン全員の逃げるエネルギーが全てなくなる。この特性結構かなり強いと思うんですよね。いるだけでいいですし、種ポケモン全員の逃げるエネルギーがなくなると。2進化とかで他のポケモンの逃げるエネルギーゼロにするみたいなのはあるんですけれど、種でこの効果持ってるのは偉いし、自分自身も効果対象なんで、逃げるエネルギーが2なんですけれども、このラティアスもね、逃げるエネルギーがゼロになるんですよね。次の自分の番このポケモンは技が使えないんですが、このスカイラインの効果でね、逃げて交代してしまえば、この効果から逃れることができるので、また連続して無限の刃を打つことも可能だし、後続のポケモンに攻撃させることも可能っていう感じですね。よし、ラティアス引きました。で、最後は、ルチャーのアピール。引きました。ポケモンのアイドルとトレーナーのアイドル、セットで引きました。では、13パック目開封。ドラセナから、クレッフィー、オトスパス、ハギギシリ。そして、妨害レター。ちょっと話題になってたトレーナーズですね。相手は自分自身の手札を数えた後、すべて裏にして切り、山札の下に戻す。で、戻した枚数分山札を引く。というわけで、相手の手札を入れ替えてあげるっていう、相手をお助けするカードなんですね。いや、嘘なんですけど、整った相手の手札を交換してね、悪くしてやろうっていう、ちょっとした妨害カードなんですが、SNS 上ではいろんなコンボを考えてる人がいるので、どんな嫌がらせをしてくるのか非常にね、楽しみなカードですね。やられたら頭沸騰しそうになりますけどね。で、14パック目開封。ダダリンから、ダダリン、ジュラルドン、クワス。AR 引きました。ハルクジラの AR。これは流氷の上に乗ってるハルクジラですかね。ハルクジラぐらいの体重があると、これ多分普通に流氷崩れちゃうような気がするんですけれどもね。ホエルコですね。ホエルコが映ってますね。これは何なんだろう。流氷の上から飛び込もうとしてるけど、ホエルコがいるから飛び込めれないよ、みたいな。クジラポケモンのお仲間が下にいるから、ためらってるんですかね。ちょっとここら辺のイラストの相関図が、これ以上読み取れないんですけれども、ポケモンがね、複数映ってる AR っていいですよね。で、ラストは、マシェード、安らぐ光。このポケモンがバトル場にいるなら、相手のバトルポケモンを眠りにすると。強制眠りですね。バトル場にいるだけで相手を眠り状態にできるので、かなり特性としては使いやすいんですけれども、技自体はそんなに強くないですし、この特性はコンボ用ですね。強制眠りにした後、何かをするみたいなコンボができるカードなんじゃないかな。続いて15パック目。折り返しですね。ドリューズ、チルッと、これくれで、
来ました。エーススペック、リッチエネルギー。このカードはポケモンついてる限り無色エネルギー1個分として働いて、このカード手札からポケモンつけた時山札を4枚引く。無色1個分のエネルギーにしかならないんですけれども、つけるだけで4枚ドローするっていうエネルギーにした破格の性能を持ってます。このリッチエネルギーは手札からつけた時しか効果は発動しないんですけれども、エネルギーを手札に戻す効果と、手札からエネルギーをつけるっていう特性や効果を組み合わせることで、無限にドローしてやろうとか、毎ターンドローしてやろうみたいなコンボをいろいろ開発されてる人が、またね、X 上にたくさんいるみたいなんで、またね、どういう無限コンボを作ってくるのか、非常に楽しみなカードでありますね。はい。で、ラストは、チルタリス引きました。チルタリスのチルルですね。ハミングチャージ、山札の中から、基本エネルギー2枚、自分のポケモンに好きなようにつける。結構強い。そして、コットンウィング。100ダメージとコイン投げて表だったら技のダメージを受けない。進化のポケモンとして使えなくはないなって感じですね。続いて16パック目開封。ワシモン、ヒラヒナ、たまたま。で、クエスパトラ。ウェイニワル。17パック目開封。これくれから。バオップ、ハルクジラ、投げつけ猿からの妨害レター。不幸の手紙いっぱい引くな。はい。では18パック目。ナックラーから。ナックラー、バオッキー、カージッチュ。で、ウガッツホムラ、レア引きました。ウガッツホムラ、古代ですね。1エネルギーの突き倒しと炎上突撃。100ダメージプラス、相手のサイドの枚数が4枚以下だったら70ダメージ、170ダメージ。これは非エクストラのポケモンとかほとんど落とせるダメージなので、相手がサイド2枚取ってたら170っていうのは結構強めですね。シールド戦ではかなり活躍してくれそうなカードです。19パック目開封。モギリュウから、ワシボン、ドラセナ、レアテラスタル。さあ、なんだテラスタルははい、元トカゲ EX。はい、ブレイクスルー130ダメージ。相手のベンチポケモンに30ダメージ狙撃。そして、ジルコンロード。望むなら5枚引く。180ダメージ。無色の種 EX としてはかなり強めですね。このジルコンロードをうまく使うことができれば、構築でも採用できる可能性はあるとは思うんですけれども、やっぱりこれもシールド専用かな。それじゃあ20パック目開封。フォアルンから、フレッフィー、アルクジラ、で、サーファー。で、アップリュー。残り10パックとなりました。SR なかなか引けませんね。2枚箱とか引いてくれるとすげえ嬉しいんですけど、どうでしょうか。じゃあ21パック目開封。ヒラヒナから。ヒラヒナ、ドリューズ、ジュラルドンからの、レアですね。はい。未来のポケモン、鉄の頭。デリートスラッシュ40プラス、相手のベンチポケモン3匹以上だったら80ダメージ追加120。で、スライスブレード100と。ダメージ120出るのはいいけど、2エネかって感じですね。22パック目開封。はい。チルットから。チルット、ナックラー、フリージオ。そして、これは AR ですね。AR は、ラティオスの AR 引きました。夕焼けに向かって突き進むラティオスが後ろを振り返ってます。さあ、この視線の先には誰がいるんでしょうか。23パック目開封。バッキー、モグリュウ、カジッチュからの、これは、EX っぽいですね。光ってます。WR は、よいしょ、ブラックキュレム EX! 出ました。人気のドラゴンポケモン、ブラックキュレム EX。技がアイスエイジ。パドルポケモンがドラゴンポケモンなら麻痺にすると。ドラゴン限定ではありますけど、無条件で麻痺っていうのはかなり強力ですね。下技がブラックロスト250。かなり威力高い。で、ただし、このポケモンにも30ダメージ。自分にも自傷ダメージが入るんですけども、種ポケモンの技としてここに250って書いてあるのはかなりえぐいですね。では、24パック目開封。ワシモン、フレッフィー、たまたまからの、はい、投げつけ去る。で、カウンターゲイン。25パック目。タタッコから。宇宙ル、ジュラルドン。して、はい、ランドロス。気合の拳。トラッシュからエネルギーこのポケモンにつける。そしてバスタースイング。130ダメージ。これもシールド戦としてはかなり強そうですかね。エネルギー何でもっていうのはいいですよね。特殊エネルギーもつけれます。26パック目開封。ネマッシュ。アルクジラ。これくれ。ラティアス EX! 引きました!スペシャルアートレア。このラティアス、冒頭でも言いましたが、ラティオスと対になっております。こんな感じで兄弟でね、夕日に向かって走ってってる図ですね。ラティオスは遅れているラティアスの方を振り返って確認しつつ、ラティアスはお兄ちゃんについていこうと追っかけて楽しそうな笑顔を浮かべてますね。まさかラティアスの AR が本当にワンボックスで揃うとは、さっきちょっとラティオスでね、ラティアス引かねえかなみたいにちょっと思ったんですが、これはね、かなりね、エモくて好きですね。いや、なんか、引き自体もエモいわ。またね、このラティアスの下に映ってるのが街なんですよね。ラティアスとラティオスって、映画でもあったんですけども、守り神としての側面もあって、この街をね、守護してるんじゃないかっていうところとか、いろいろとね、考察がはかどりますね。いや、この後ね、いっぱい向けば、ラティアスのスペシャルアートレイ弾けるかなとは思ったんですけど、いやー、まさかここで弾けるとは思ってなかったんで、ちょっとね、かなり、ほんと嬉しいですね。はい、というわけで、27パック目開封。フォアルン、ビブラーバー、アルクジラ、で、タルップルの AR ですね。トレーナーがリンゴをね、タルップルに上げてる図ということにしておきましょう。そしてラストは、タルップル。はい、タルップルダブルで出現しました。それでは28パック目開封。アジッチュ、クレッフィー、フリージオ、カプテテフ。テテフ入ってるんだ。楽園っていうか南国の守護神ですもんね。カプシリーズ。カプテテフ。技が惑わす。相手のポケモンを混乱にする。そしてメンタルスラッシュ90ダメージで、相手が混乱状態なら90ダメージ追加。これはあれか、ルチアと黄金コンボ組める感じですね。種ポケモン呼び出して混乱状態だから180で、そのまま倒すっていうコンボが決めれますね。では29パック目開封。ダダリン、タタッコ、クワッス、
そして、ウォーゲル。で、ラスト1枚が、竜の飛躍ですね。ラスト1パックとなりました。SAR カード1枚すでに引いてるので、もう2枚箱であればこの中に SR が入ってるはずです。ポケモンカードゲームはたまに SR カードが2枚出る2枚箱っていうのがあるので、そちらを引けるとかなり嬉しいんですが、それではラスト30パック目、開封いきます。スキンとな。よいしょ。ネマッシュ。からの、エアームド。ナックラサーフ号。ということは、ラスト1枚は、チルタリス。はい、1箱目の開封が終わりました。1箱目の開封結果はこのようになっております。じゃん。いきなり SAR のラティオス EX をぶち抜きました。つなぎになってるね、ラティオスの AR と一緒に引けたんでね、めちゃくちゃエモかったです。また AR はね、いつも通り3枚。そして A スペックのカードは1枚。そして、ポケモン EXWR が4枚。で、レアカードは1、2、3、4、5、6枚。合計で30パック中15枚がキラカードと。まあ、いつも通りのポケモンカードゲームのボックスっていう感じですね。だいたいボックスの半分はね、キラカードが出るようになってるんですね。まあ、今回の検証としては、いつも通り AR カードが1ボックスに3枚、10パックに1枚の割合で出現するのか、あとは WR のカード枚数がいつも均等なのか、A スペックのカードが出現したりしなかったりするのか、そして何よりも、カートンでね、SAR カード2枚箱がどのぐらい出現するのかなっていうのを検証していきたいと思います。それでは、ラケンドラゴンの2箱目開封やっていきたいと思います。2箱目からはね、開封ダイジェストで結果だけお送りする形となります。それでは2箱目の開封結果へ行きましょう。はい、こちら2箱目の開封結果となっております。A スペックのエネルギー転送プロを引きました。山札からね、好きなだけ選びって札に加えると、要するに手札が8枚増えるんですね。さらにエクストラだったらフェアリーエネルギーがあるので、合計手札を9枚まで増やすことができるっていう A スペックになります。また、この基本エネルギーの枚数を参照する技や効果などがあるので、そういうのと組み合わせると結構面白いことができるんじゃないかなってカードですね。新規 AR はポアルン太陽の姿を引きました。天候で姿が変化するポアルンなんですが、前種のポアルンが雲の上に乗ってね、天気の変化っていうのを表現してますね。そして AR もう一種類たまたまですね。これはスポーツ用品と映ってるたまたま。まあこれはラケットとか映ってますからテニスボールの代わりに使われてたんでしょうか。まあ偶然こういうスポーツ用品の近くにたまたまが現れたっていうのもあるかもしれないんですけれども、まああんまりたまたまで球技をやるっていうのはおすすめはできないんですけれども、まあこのたまたまから進化してね、アローラナッシーになるよっていうところで AR が入ってるんですね。というわけで今までと同じくね、A スペックは箱に1枚、で AR は3枚、確定出現っぽいですね。WR は今ね、4枚しか引いてないんですけれども、このあたりが3枚だったり5枚だったり変化する可能性もあるので、次のボックスでチェックしていきたいんですが、SR カードも引いておりますので、SR カード紹介しましょう。今回引いた SR はこちら。というわけで、ルチアのアピールの SR カードを引きましたー。やっぱこう画面いっぱいにトレーナーの全身が映ってる SR ってかっこいいですよね。ステージの上でアピールを決めるルチアですね。前方に突き出した手が大きく見えて、それと相対的に顔や反対側の手っていうのが目立つっていうポーズになってます。はい、というわけで2箱目の開封結果このようになっております。1箱目でラティオス SR 引いて、2箱目でルチアのアピールの SR 引いたので、これはめちゃくちゃ幸先がいいですね。と言っても、まあルチアのアピールの SAR も引きたいし、その他の SAR カードも引きたいので、どうか2枚箱たくさん引かせてください。よろしくお願いします。それでは、3箱目の開封へ行きましょう。はい、3箱目の開封です。新規 AR カードはビブラーバを引きました。ナックラーから進化して、フライゴに進化する直前の状態ですね。まあ実際にゲームの冒険やってて、ナックラーからどう進化するのかなと思ったらビブラーバにね、進化した時はね、びっくりしましたね。こっからね、さらにご飯をいっぱい食べて、巨大なドラゴン、フライゴに進化するっていう途上の状態ですね。はい、WR はこちら、アローラナッシー EX 引きました。今回のボックスの表紙になってる目玉カードですね。トロピカルフィーバー150ダメージ。自分の手札から基本エネルギー好きなだけ自分のポケモンにつける。これは先ほどの A スペックエネルギー転送プロと一緒に組み合わせると、好きなだけエネルギーがつけれちゃうっていうコンボになってますかね。そして下技がブンブンスフェーン。まあ、種ポケモン限定なんですけれども、100% 季節かつ、ベンチをスナイプできるっていうのは面白いですね。もう1枚の新規カードはブリジュアス EX 引きました。特製の合金ビルドはかなり使いやすくって、トラッシュから鋼エネルギーをその場で加速できるっていうことで、自分自身にもつけれるんですよね。なんで手札からとトラッシュからで合計3枚、メタルディフェンダー220ダメージ。この技がね、一発で使うことができる。まあ、その他、自分がベンチに出した時にバトル版のポケモンにつけることもできますし、いろんな鋼デッキのサポートとしてね、期待できる1枚となってます。そして3箱目の SR はこちら。ブラックキルム EX の SR 引きました。まあ個人的なんですけど、このブラックキルム EX の絵柄すごい好きです。ブラックホワイト時代の SR カードってこんな感じだったんですよ。なので当時のポケモンカードのことを思い出すと、すごくね、エモい感じしますね。もうプラズマ弾のブラックキルムって感じ。はい、というわけでこちら3箱目の開封結果でございました。個人的にはこのブラックキルムの絵柄めっちゃ好きなんで、まあすごい良かったんですけれども、皆様ね、2枚箱見たいですね。僕もです。なので、続いて4箱目開封して2枚箱ぶち抜いていきたいと思います。それでは4箱目の開封いきましょう。はい、こちら4箱目の開封結果でございます。新規カードはここまでやるとなかなか出ませんね。それでは早速 SR カードはこちらでございます。じゃん。というわけで、四天王のドラセナさんの SR カードを引きました。
ドラゴン使いの四天王ドラセナさんですね。ちょっとドラセナさんのこの絵柄見ててちょっと思ったんですけど、線が太いんですよ。体の輪郭とか手の輪郭がかなり太めに作られてて、なんというか威圧感があるイラストにパッと見えたんですよね。よくよく見てるとこの線の太さっていうのがこうしっかり浮き彫りになっててね、他のトレーナーこんなに太くないよね。なんか笑顔ですけれど凄まじい威圧感を放ってる感じの再現なんでしょうか。はい、というわけで4箱目の開封結果は以上となります。2枚箱は引けてないんですけど SAR、トレーナー SR、ポケモン SR、トレーナー SR と結構いいところ抜けてるんじゃないかなと思います。まあといってもね、2枚箱を引いてなんとかね、いろんなカードの SR カードを見たいので、次こそ5箱目こそ2枚箱を引きたいと思います。それでは5箱目の開封結果いきましょう。はい、5箱目の開封結果こちらです。新規スペックのメガトンブロワー引きました。相手のポケモン全員についてるポケモンの道具、特殊エネルギー、バニエルでステラジアムを全てトラッシュすると、相手の場にあるね、基本エネルギー以外全部吹き飛ばしちゃう豪快なカードですね。とは言っても自分の展開の手伝いをしてくれるスペックではないですから、なかなかね、採用する機会は少なくなるのかなって気がしますね。続いて、新規アートレアのエアームドです。個人的にはね、このエアームドの絵柄めっちゃ好き。今回のアートレアの中で一番好きかもしれん。このエアームドのボディのメタリックな加減っていうのが、すっごいね、描かれてて、なかなかね、こういう表現ないんですよね。基本的にはエアームドってつるっとした銀色だけで描かれることが多くて、この金属の光沢や反射っていうのを描かれることがあまりないんですけれども、このアートレアのエアームドは金属の光沢と反射っていうのを描かれてて、実際にエアームドが現実世界にいたら、この反射や光沢で風景に溶け込んじゃって、なかなか視認できなくなるような擬態の役割を果たしてるんじゃないかなとか、いろいろと想像が働く感じで、めっちゃこの絵柄好きです。そしてウォーグルのアートレア AR も引きました。このウォーグルもかっこいいよね。ポケモンのイラストコンテストをすごい彷彿とさせるようなカードですね。そしてラストのアートレア、ハギギシリですね。個人的に声に出して読みにくいポケモントップ3のハギギシリくんが登場です。ちなみに他の2つはギギアールとギギギアールです。実際の魚にもいろんなものに興味を持ってすぐ噛みついちゃうっていう魚がいるんですけれども、このハギギシリも同じような特性を持ってて、あまりにも噛みつきすぎてね、ハギシリがすごいっていうポケモンなんですけれども、まあ、実際にね、めちゃくちゃ暴れちゃうので、釣り人からはかなり嫌われるタイプの魚ポケモンのハギギシリくんです。そしてSR カードは、なんと SAR 引きました。今回引いた SAR カードはこちらじゃん、アローラナッシーの SAR カードを引きました。トロピカルフィーバー。あまりにも大きすぎて首を曲げないと全身がね、映ることがないアローラナッシーさんです。先ほどね、たまたまの AR カード紹介したんですけども、バスケットコートかな、スポーツクラブの中ですごく楽しそうにね、踊ってますね。このアローラナッシーの巨体であればね、バスケットとか無双できるでしょうから、バスケットで楽しく遊んでるんですかね。また、このテラスタルステラ、前色のテラスタルって、この虹にフレームが輝いてるのがすごくいいですよね。このフレームの部分を外してフルアートにしようみたいなレアって結構最近増えてるんですけども、こうやってフレームの加工のところをね、いろいろいじるのってすごく綺麗でかっこいいと思います。はい、というわけで5箱目の開封結果は以上です。まあ、SAR 大量に引けてるんで、かなり前半いいんですけれども、2枚箱欲しいなと思ってます。2枚箱をどうかよろしくお願いします。それでは次、6箱目の開封いきましょう。はい、こちら6箱目の開封結果でございます。新規アートレアはアップリを引きました。タルップルと同じでカジッチュから進化する複数の進化パターンを持つポケモンの一種ですね。個人的にゲーム内でこのアップリの小ささとか、このリンゴの殻でね、空飛んでる姿とかね、すごくね、いじらしいんで見てほしいんですけれども、実際の生息地はこうやって蜜木の中なんですかね。周りの植物見る限りリンゴに擬態できるような感じではないんですけれど、擬態をしなくても生活できるっていうことで、かなりの歴戦の個体なのかもしれませんね。そして今回引いた SR カードはこちら。じゃん、かっこいい真っ黒に肌が生きてるサーファーさんですね。はい、というわけでまたトレーナーの SR カード引きました。やったね。あとね、ドラセンさんの時にも言ったんですけど、これ線が太いです。なんというか、濃い感じの海の男って感じがしますね。はい、というわけで6箱目の開封結果は以上でございます。まあ、ワンカートの半分向いてきて、WR がもう絶対4枚なので、まあ、おそらく4枚固定なんでしょうね。で、ここまで向いてきて、SAR やサポートの SR 大量に引けてるので、そこはいいんだけど、2枚箱を引きたいなと思ってるんで、次こそ7箱目こそ2枚箱引いていきたいと思います。それでは7箱目開封へ行きましょう。はい、こちら7箱目の開封結果でございます。新規カードは7箱目ともなればもうないんですけれども、まだまだ引けてない SR カードはたくさんありますので、今回引いた SR カードを紹介してみましょう。今回引いた SR はこちら。じゃん、 SR ではなく UR のジェットエネルギーを引きました。イエーイ。この金の輝きもそうなんですが、この堀、この集中線のような効果でものすごい勢いでね、このエネルギーが飛んでいるジェットっていう部分を表現してますね。かなりゲームでも使われているカードなので UR での収録嬉しい人かなりいるんじゃないでしょうか。はい、というわけで7箱目の開封結果は以上です。いやーね、だからね、言ってるけど2枚箱を引きたいんですよね。どのくらいの割合で2枚箱が出るのか知りたい人多いと思いますので、続いてね、8箱目で今度こそ2枚箱引いていきたいと思います。それでは8箱目の開封いきましょう。はい、というわけで8箱目の開封結果でございます。なんと8箱目にして皆さんWR5 枚箱を引きましたー。イエーイ。ちゃうねん、2枚箱を引きたいんですよね。これ数えるとね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14枚。というわけで、ポケモンカードゲームのボックスは30パック入りのボックスだったら、半分のね、15パックが引けるようにできてるので、今回 SR カードは1枚しか引けませんでした。まあその分 WR が多めだったんですけれども、いや、そうじゃない。いや、違う、そうじゃないんだよ。まあこんな感じで文句ばっか言ってもいられないので、SR カードを紹介していきましょう。SR カードはこちら。じゃん。
元トカゲ EX の SR カードを引きました。先ほどアローナッシーでも言ったんですけど、この虹色に輝くフレームっていいですよね。元トカゲくんです。バイクのようにまたがって走るから元クロス、元トカゲなのか、それとも元トカゲだけど、これからはドラゴンに進化している元トカゲなのか、実際のゲーム、スカーレット・バイオレットでもかなりのキーパーソン、キーポケモンである元トカゲの SR ですね。はい、というわけで8枠目の開封結果は以上でございます。ここまで言ってるんだから2枚箱をね、いっぱい引いて、こういろんなカードを紹介したいところ。ただ、被りが今んところ全くないのは偉いですね。それでは続きまして、9箱目の開封結果いきましょう。はい、こちら9箱目の開封結果でございます。もう特に被りはなし、いつものボックスですね。それでは SR カードはこちらを引きました。じゃん、ルチアンのアピール SR カード2枚目を引きました。やったーのか。まあここまで被りはなかったんですが、いつか被るかなとは思ったんですけど、まあルチアンのアピールが被ったならまあセーフかと言っても、今狙ってるのは2枚箱とかからルチアンのアピールの SR をぶち抜くことなんで、 SR のルチアンのアピールも嬉しいんですけれども、頼みます、ルチアンのアピール SR 引かせてください。残り3ボックス10箱目の開封いきましょう。はい、こちら10箱目の開封結果です。特に新規カードはございませんので、早速 SR カードいきましょう。 SR カードはこちらじゃん、個人的推しイラストのブラックキレム EX2 枚目を引きました。まあ個人的には嬉しいんですけどね、やはりカード枚数の問題から結構な確率で被ってしまうんですね。まあ嬉しいんですけれども、先ほども言った通り被りなくね、いろいろ出てくると嬉しいなと思います。それでは続きまして11箱目、今度こそぶち抜いていきたいと思います。11箱目の開封へどうぞ。はい、こちら11箱目となっております。まあ特にね AR、WR、レアということはないですね。なんと11箱目、またもや SAR カードを引きました。じゃん、ルチアのアピールの SAR カードを引きました。やったー。はい、というわけで宣言通り、狙い通りルチアのアピールの SAR カードを引きました。体から汗が吹き出すほどね、ステージの上で歌って踊って疲れてるはずなんだけど、その状態でもきらめくルチアの笑顔、 SR カードと同じく手を突き出して観客にアピールする姿、そしてこの1枚のイラストの中にこの角度から見るのが一番可愛く見えるっていうダンサー、アイドルとしての究極の表現がね込められてますね。というわけで狙いの1枚だったルチアのアピール SAR を引くことができました。いやね、ラティオスラティアスも引けたし、ルチアのアピールも SR も SAR も引けたし、となるとあとは残り2枚箱ですよね。2枚箱を引きたい。 SAR の確率は相当なもんなんですけど、2枚箱を引きたいなと思います。2枚箱から SAR2 枚とかそういうねとんでもないやつを引きたいと思います。それではラスト12箱目の開封へ行きましょう。はい、こちらラスト12箱目の開封でございます。 WR5 枚箱は結局1箱しかありませんでしたね。結構レアいボックスなのかもしれません。そして最後の最後 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 というわけで、14枚キラカードがあるので、ラスト12箱目も SR2 枚箱ではありませんでした。まあなんですが、今回も SR カードを引きました。 SAR カードは何を引いたんでしょうか。それではラスト最後に引いた SAR カードはこちらです。じゃん。というわけでラティアス EX の SAR カード2枚目を引くことができました。やったね。これは相当な当たりカートンですね。というわけでラティオス、ラティアスの兄弟アウトレアを同時に引くボックス、これで2箱目となります。いや、2枚箱は引けなかったんですけれども、今回の引きかなりいいんじゃないか。こうやってラティオス、ラティアスのセットから始まって、最後もラティオス、ラティアスのセットで終わるという、個人的に今回のカートン開封はかなりの大満足でした。それでは12箱開封完了いたしましたので、カードを整理してね、どのカードが何枚出現したのか、詳しく、封入率をチェックしていきましょう。開封結果まとめ、リザルトへどうぞ。はい、というわけで12箱1カートン分のカード整理が完了いたしました。それでは枚数見ていきましょう。まずは WR とレアカード、そして A スペックの枚数ですね。枚数にそんなに差は出ませんでしたね。それでは続きまして AR カードで、 AR カードなんですけど、こちらこれナンバリング順に並べてるんですけど、2種類カードを引けてないことになります。いや、これ本当かな。まあここにあるとしたらなんか炎草ポケモンと闘悪鋼の何かなんですけれども、ちょっと何が抜けてるかはわかんないんですよね。これまでポケモンカードゲームのカートン開封を続けてきたんですけど、 AR カードを全種引けなかったのは今回が初めてです。ちょっと全種類引けなくて残念だったんですけど、枚数はこのようになってます。というわけでまさか AR カード全種類引けないとは思ってませんでした。それではラスト SR カードの枚数このようになっております。 SR カードもブラックキレムからこうナンバリング順に並んでるので、ここは SR ポケモンが並んでるんですが、ここは多分カキツバタかな、ここは SAR のポケモンで、ここはトレーナーズかもしれないけど SAR か UR があと2枚ここにね入るはずですね。まあ開封中も言ってたんですけども、今回かなりね SAR とかいいところをねぶち抜けてるので、かなり引きは良かったんですけども、12箱開けて SR カード、 SAR カード、 UR カード合計12枚っていうことは2枚箱を引けなかったんですよね。そこだけが心残りですね。はい、というわけで、ポケモンカードゲーム、強化拡張パック、楽園ドラゴーナの1カートン、12ボックス360パックを開封して、封入率を検証する動画でございました。今回はドラゴンがいっぱい収録していたり、人気のルチアの収録があったりと、かなりね、発売前から期待されるボックスだったので、実際開封してても、アートレアから SAR まで、すごくね、楽しむことができたんで、今回のボックス開けるのマジでおすすめですね。というわけで、この動画の開封結果が参考になったな、ためになったなって方は、ぜひともチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の開封動画でお会いいたしましょう。と
言いたいところなんですが、まあ、先ほども言いました通り、2枚箱を引けなかったっていうところがかなり心残りになっておりますし、またね、私、ワンピースカードゲームとかドラゴンボールカードゲームみたいな、いわゆる SAR カードの上、すごく封入率の低いスーパーパラレルカードの封入率検証っていうので、ワンピースカードゲームだと何十カードと開けてるんですが、ポケモンカードではね、今まで開けてないんですね。それは SAR の確率とかもカート内ではランダムだし、SAR 以上のカード、スーパーパラレルに類するようなカードっていうのがポケモンカードには存在しないので、まあ、大量に開けてる動画見てもね、あまり重要ないかなと思ってたんですよ。なんですが、この間 X でね、大量に開封する動画って価値ありますかみたいに聞いたら、結構見たいって人の声が多かったので、まあ、今回ね、楽園ドラゴンの開けるのも楽しいボックスなので、まだ開けてないカードもいっぱいありますんで、まあ、開封結果を動画に今まで撮ってなかったんですが、結局開けてはいるので、実際に封入率とかの検証のために、今回可能な限りカートを開けて、封入率検証していきたいと思います。これから開封してまいります。開封結果が出るまでかなり時間がかかりますので、開封結果まで飛びましょう。開封結果へどうぞ。はい、皆様、お待たせいたしました。まあ、カットされてると思うんで待ってないとは思うんですけれども、楽園ドラゴンの追加開封が終わりましたので、1カートンずつ開封結果を出して、カートンの封入率のチェックをしていきたいと思います。はい、こちら2カートン目の開封結果、SR 以上のカードのみまとめました。ルチャのアピールが3枚出現するなど、結構ね、激アツだったんじゃないかなと思うんですが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚ということで、2枚箱はありませんでした。2枚箱こんなに今渋いんですね。また、新規カード結構当たりましたね。まずはラティアス EX の通常 SR ですね。スカイライン無限のエヴァ。続きまして、フライゴン EX、テラスタルステラの 2GSR ですね。まだ SAR 全種分かってないので、フライゴンが SAR あるのかどうかまだ分かんないんですけれども、これからの追加開封で自力コンプリートを目指していきたいと思います。そしてこちら、フリジアス EX の SR も引きました。背景はひし形になっていて、こうね、かなりメタルな感じの硬さを表すような四角形が大量に並んでいますね。はい、そしてこの人、柿つばたの SAR の前に SAR を引きました。これはショッピング中の柿つばたですかね。通常 SR の柿つばたをまだ引けてないので、こう SAR 先に引いちゃったんですけれども、こうフルコンプのためにはね、まだ柿つばたもう一回引かないといけませんね。続いてポケモン UR はこちら。アローラナッシーですね。これは太陽のイメージなんですかね。通常の SR だとダイヤがね、後ろに並んでるんですけれども、これは放射状に中央からね、こう輝きが映っておりますね。そしてラスト。こちら、カウンターゲインの UR ですね。おそらく UR3 枚だと思うんで、これでコンプリートかな。やっぱカウンターゲインは多分環境に入るだろうっていう公式の配慮がいきなり UR 化しましたね。まあ、このカウンターゲインはね、かなり使うと思うので、まあ、今回ね、ゲームをやる人にとっては、楽園ドラゴンのカウンターゲイン UR を集めるのが結構な鬼門になりそうなパックですね。はい、というわけで、2カード目、SR 以上のカードは12枚。新規カードは結構引けたっていう結果になりました。こちら、AR ですね。一番最初のカートンで、こちら引けなかったカードが2枚あったんですが、実際に引くことができたので、こちら、紹介していきましょう。まずは、マシェードのアートレア AR ですね。マシェードの手前に光竹がね、いっぱい見えるんですけれども、これはネマシュではないのかな？野生の光竹なんでしょうか？この手前にある光竹が全部ネマシュだったらちょっとゾッとする光景なんですけれども。はい、そして AR のラスト1枚。タタッコの AR を引きました。地上で海中でいろんなものをね、叩きまくってますね。左上のタタッコとかヤシの実をヤシの実で叩いてるので、道具を使うことまで覚えてる。お前ら人間になり変わるつもりか。まあ、こんな感じで結構 AR は出現率にブレはあるんですけれども、最初のカートンでも言ったみたいに AR が1カートンを向いて出なかったこと今までなかったので、今回はちょっとね、割が悪かったのかなって感じです。まあ、別に AR 自体もね、1カートンで枚数の保証とかしてないんですよね。ただこっからわかるのはアートレアに関しても、別にね、1カートンにアートレアがちゃんと揃うように調整してるとかそういうことはしてないっていうことですね。はい、というわけで2カートン目の開封結果このようになっております。なんとかわかんなかった AR 全部出現したんですが、まだ SR とかね、引けてないところもあるので、次のカートンでコンプリート目指していきたいと思います。それでは3カートン目の開封結果へどうぞ。はい、こちら2カートン目の開封結果でございます。また、ルチャのアピール3枚と、ルチャのアピール SAR と、これルチャのアピール出やすくなってんじゃねーって思うじゃん。まあそういうのはね、多分ないんですよ。どれかが出やすいっていうことは今までのポケモン的にもないので、まあそこら辺を検証するためにね、大量に開封していこうという企画なんですけれども、実際にこうやって1カートン開けて、ルチャのアピールこんな出てると出やすいんじゃねって勘違いするの分かるんですけど、まあポケモンカードってね、そんなにやわじゃないというか、特別どれか当たりやすくするとか、SR の中でこの序列が高いとか悪いとかって今までの状況を見る限り多分ないんでね、そちらをしっかり検証していこうという動画でございます。まあさて、今回の新規カードはこちら。はい。アローラナッシーですね。アローラナッシー EX SR でございます。UR と絵柄は同じなんですけれども、このひし形がね、後ろにダイヤが映っております。キラキラと光ってます。まあ、これに関してはね、どちらのデザインが好きっていうところだったり、黄金の方が好き、レインボーが好きとか、いろいろあると思うんですけれども、最近の SR、UR 両方とも凝ってるので、どっちの方が好みだなっていう風にカードコレクションしたり、使用したりと、いろんな用途がありますのでね、自分の好みに合わせセレクトしていただければと思います。はい。というわけで、3箱目、じゃなかった。3カート目の開封結果でございました。36ボックス開けてこんな感じ。それでは続きまして、4カート目の開封結果いきましょう。4カート目の開封結果へどうぞ。はい、こちら4カート目の開封結果でございます。サーファーいっぱい当たってるから、今回サーファーがいっぱい出やすいんじゃねみたいなことはないと思いますと、先ほども言った通りです。
そして今回新規カード、決め顔の柿つばたを引きました。SR カードですね。これでトレーナーズはコンプリートしたんじゃないかな。背景の山はテラリウムドームのポーラーエリアですかね。柿つばたにチャレンジする時の場所ですね。はい、というわけで4カートン目の開封結果だったんですけれども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と、4カート開けて2枚箱が0でございます。マジこんなに出にくいんですか今2枚箱って。こんなことあると言ってもルチャのアピールとか、多分人気が欲しいところとかは結構出てるんですが、その分2枚箱を引く運に見放されたのかなって感じですかね。と、まあおそらくね、4カートン向けば SAR とかフルコンプリートできたんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと2枚箱が出てないので、次の5カートン目を開封してね、今度こそ2枚箱の方をチャレンジしていきたいと思います。それでは5カートン目、開封結果へどうぞ。はい、こちら、5カートン目、60ボックス目までの開封結果でございます。新規カードはないんですけれども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13というわけで、ついに2枚箱を引きましたー。やったー。いや、60ボックス開けて2枚箱1つってかなり渋いですね。まあなんか今までのカートン開封の結果的には2枚箱って1カートン向けば1箱2箱出てたので、まあ今回は下振れだとは思うんですけれども、いや、もしかしたら今回の楽園ドラゴンだから2枚箱出づらくなってるのかもしれんな。ポケモンカードゲーム2枚箱減らしたかなみたいな風に思ってしまうのもあるんですけれども、5カートン程度じゃね、そんな平均値にきっちり近づくことはありませんので、本当に検証したかったら100カートンとかでも全然足りないので、もうめちゃくちゃ向かないとね、収束しませんからね。まあ大体500カートン6000ボックスぐらい開ければ、まあ大体のね、期待値っていうのが、出るとは思うんですけれどね。はい、というわけで5カートン目の開封結果は以上となります。それでは6カートン目と行きたいところなんですが、まあここで時間切れですね。2枚箱も出ましたので、カードをまとめて集計結果を計測していきたいと思います。それでは、5カートン分60ボックスの開封結果どうぞ。はい、お待たせいたしました。カードの整理が全て完了いたしましたので、開封結果を発表していきます。はい、だいぶ重たいんですけれども、こちら WR とレアの枚数です。まあ5カート分60ボックスも開ければ、さすがに WR 以下はね、結構収束する感じで、枚数は均等ぐらいになりますね。それでは続きまして、はい、こちらアートレアの枚数ですね。こちらアートレアもね、大体均等なんですが、一番最初に引かなかったタタッコとマシェード、一番最初のカートで出現しなかった分の、割を食ってる感じがしますね。まあといってもおそらくアートレアも均等に出現するようになってるんでしょう。はい、SR、SAR、UR の枚数、こちらとなっております。開封結果をまとめて気づいたんですが、SAR1 枚出てません。こいつ誰？ナンバー的にはラティアスとナッシーの間なんで、ブリジュラスかフライゴンのどちらかなんですけれど、スペシャルアートレイが1枚出なかったっていう結果となりました。また、SR に関しては、やはり今回の楽園ドラゴンはルチアの SR が出やすいのかっていうと、まあ多分そんなことないと思うんですけれども、出ないカードに関しては2枚とかね、もう全然出てないのもありますので、ここらに関しては他の開封者とも合わせて、まあルチアのアピールとかの出現率、まあ正確なところは多分均等になると思うんですが、まあ詳しくはね、ポケゲトさんとかそういうの集計してる人にお任せしたいと思います。また、SAR も同様にですね、まあ出ないものもあるし、いっぱい出るものもあるしっていう形で偏ってるんですが、おそらく SR の出現枚数と SAR の出現枚数と UR の出現枚数っていうのが個別に設定されていて、まあ中でのカードは均等に出るみたいな感じだと思いますので、動画の方ではSR、UR、SAR の出現率もパーセンテージで表示してあると思いますので、よかったらそちらをね、参考にしながら、この開封結果を参照にしながら、うまくお買い物していただければ幸いでございます。はい、皆様、ここまで長い動画を見ていただきありがとうございました。今回の動画はね、楽園ドラゴーナのカートン開封と合わせて、今回から大量開封ということで、とりあえず5カートン開封してみたんですが、5カートンだとスペシャルアートレアのフルコンプはできないという検証結果でございました。厳しいね。ただ、結構ね、SR とか SAR、UR の出現枚数などのパーセンテージを、ね、しっかり算出できたので、これは役に立つデータ、動画が撮れたんじゃないかなと思います。先ほども申し上げましたが、このようなビッグデータを参考にしてね、自分が欲しいカード、どのぐらいの価値があっても欲しい、手に入るかどうかを考えつつ、うまく買い物していただければ幸いでございます。この動画が面白かったの役に立ったって方は、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またその他ね、いや、ルチアの SR 絶対当たりやすいからとか、特定の A スペック絶対当たりづらいように調整されてますよ。ポケモンの陰謀ですよ。みたいな開封結果が出た人は、ぜひともコメントよろしくお願いいたします。今回からポケモンカードね、多数のカートを開けるっていうのをやってみたんですが、ちょっと時間をね、あまり作れなかったせいで、コンプリートできなかったので、次の超電ブレーカーに関しては、もう結構ね、カートン準備して、時間も用意して、開封していきたいと思います。それでは、ここまで動画を見ていただきありがとうございました。また次の開封動画でお会いいたしましょう。皆様、さよなら、さよなら、さよなら。